どうも、さです。今回はですね、こちら、バイカナマコの干したものと、スクガラスになります。この2つとも以前の動画で作ったものなんですけども、まだ見てなかったらそっちから見た方が面白いかもしれないね。で、バイカナマコは水分が多くて本当に大変だった。もう1ヶ月ぐらいかかりましたね。もう晴れてる日に外出して、日が暮れたら冷蔵庫入れて、で、また晴れてる日に外出して、冷蔵庫入れて、みたいな感じをもうずっとやってましたね。ようやくここまで乾いたって感じ。もうすっごい時間かかったんでめちゃくちゃ楽しみですよ。ということで、まずはですね、観察していきましょう。バイカナマコさばいた動画ではですね、切ってないこの状態で乾燥させようとしたんですけど、もうね、水分が全然抜けなくて、表面積を増やすためにこうやって切って、さらに塩漬けして、ちなみにこれね、カビが生えてるわけじゃなくて塩ですよ。塩漬けして水分抜いて乾燥させて、塩漬けして水分抜いて乾燥させてみたいな、それめっちゃやりました。で、ようやくね、だいぶカピカピになりましたよ。こんな感じですね。生前はこのトゲトゲも大きくてすごく綺麗な梅の花みたいな形だったんですけど、ただのイボイボみたいになってますね。で、茹でた後はね、もうほんとゼリーみたいだったんですけど、すっごい硬くなってる。椎茸みたいで、これがスクガラスですね。こっちはね、50日ぐらいつけてるかな。うわ、めっちゃ硬くなってる。よいしょ。うおー、なんだろう、いりこみたいな匂いするな。ちょっと取り出してみますか。はい、こんな感じですね。だいぶ水分が抜けたね。これ、さっきスクガラスって言ってたんですけど、アミアイゴとかの稚魚をそのまま塩漬けにしたものです。内臓とかもね、何も取ってないですね。で、アイゴなんで、もちろんね、ヒレに毒があって刺さったら痛いんですけど、塩漬けすると毒がなくなるらしいですよね。食べてみます。うわ、辛っ。めっちゃ辛い。味的には酒とばみたいだし、毒なくなってるわ。アイゴなんてね、毒がなかったらただの魚だからね。あ、意外とうまい。臭いんだろうなと思ったんだけど、そんな臭くない。干物の匂いって感じ。で、スクガラスはですね、豆腐に乗っけて食べるのがセオリーらしいんで、これは豆腐に乗っけて料理していきます。で、この風の谷のナウシカのオウムみたいな食材、こっちはですね、パリッパリに乾燥してて、このままじゃとてもじゃないですけど食べれないんで、お湯で戻していきます。多分ね、1日ぐらいかかりますね。それでは調理していきましょう。で、今日はですね、この2つだけ使っていきます。もう1ヶ月もかけて作ったんで、もう一気に4つ使うなんてできない。いや、マジでめっちゃくちゃ楽しみなんだけど。で、最初ね、お湯で戻していきます。とりあえずですね、これで熱湯を作っていきます。はい、OK。で、とりあえずこの熱湯につけて3時間ぐらい置いていきます。泡立ったんだけど。はい、とりあえずビフォーはこんな感じ。3倍ぐらいに大きくなるのかな。でね、これ干してて面白かったのが、普通ね、魚とかそういう食べ物を干してると、やっぱりね、網の外とかにハエが寄ってきてウジを産みつけたそうにしてるんですけど、全くハエが寄ってこない。もう一切1ミリも虫が寄ってこないですね。ハエってサポニン嫌いなんですね。ちょっとこれ自慢になるんだけど、俺ハエに勝ったわ。はい、ということで3時間待っていきましょう。おー、だいぶ戻ったね。柔らか。めっちゃ戻った。ほぼほぼ茹でた大きさに戻ったな。で、一応塩が抜けきってないと思うんで、もう一回やっていきましょう。よっしゃ、2回目。2回目。きた。はい、できました。8時間かかりました。こんな感じ。美味しそうなんだけど。めっちゃ美味しそうじゃん。だいぶ戻ったけどね、生前とはちょっと違うね。この内側の繊維とかこんなにね、しっかりしてなかったんですよ。乾燥する前は本当にゼリーみたいな感じだったんですけど、これはね、ホタテの貝柱みたいな感じですね。いやー、やっとですよ。干すのに1ヶ月かかって、戻すのに8時間かかってるから。もうこんだけ愛情を込めたから、最悪美味しくなくてもうまいって言っちゃいそうということで、今日はですね、甘辛く煮て食べていこうと思います。ナマコ自体には味はほとんどないんで、結構がっつり味を入れてね、やっていこうと思います。はい、そしたら下処理をしていきましょう。ここにね、内臓の壁みたいなのがついてるんで、これを取っていきます。生きてる時全然取りにくかったのに、めっちゃ簡単に取れる。よし。で、こっちのはね、そのまんまかぶりつきたいんで、このまま茹でます。こっちはですね、もう味が染み込むことを重視してちっちゃく切っていきます。さて、切っていきましょう。うわー、すごいな。うわ、これ切った感じね、すごい食感良さそう。ちっちゃく切っていきますね。一口サイズで。わ、美味しそう。もうサザエみたいじゃん。
で、今日はですね、チンゲン菜と生姜、こちら使っていきます。やっぱナマコと言ったらね、中華料理ですよ。で、中華料理と言ったらね、チンゲン菜だと包丁が切れない。びっくりした、今切れなさに。やっぱ中華料理と言ったらね、チンゲン菜だと思うんですよ。洗っていきます。そう、最近ね、ようやく気づいたんだけど、なんか俺異常に腹壊してて、なんでこんな腹壊すんだろうと思って、野菜をね、洗わずにいつも生で食ってるから、それが原因なんじゃないかなってね、ちょっと思い始めたんだよね。わかんないけど。生姜はこんぐらいでいいでしょう。はい、それでは食材が出揃いました。今日は砂糖、醤油、酒、みりん、こちらでシンプルに味付けていこうと思います。そしたら具材を入れていきましょう。そう、ナマコはね、あんまり料理したことないんで結構適当ですね。申し訳ないですけど、ちょっと全部入れてもうそのまんま煮込んじゃいます。申し訳ないですけど。でもバイカナマコ料理したことないでしょ、みんな。わかんないよ、正直。で、酒を入れていきます。そして醤油、ほんでみりん、ザラメ。やっぱね、ザラメの方がテンション上がるんだよ。そして水。おそらくね、大きいのが味染みづらいんで、このまま30分ぐらい弱火で煮込んでいきます。いやー、待ち遠しい。はい、それでは30分経ちました。ちょっとチンゲン菜がもったいないね。はい、そしたら最後ですね、すくガラス豆腐を作っていきましょう。料理っていうほどでもないけどね。豆腐を出して4等分していきますか。よいしょ。で、大葉を敷いて、で、この一個一個にね、すくガラスのせていきますか。オッケー。はい、それでは完成しました。ちょっと待って、めっちゃ楽しみなんだけど、とりあえずね、すくガラスからいきましょうか。豆腐ごとね、いただきます。これは好き嫌い分かれるんじゃないかな。結構ね、癖が強めの干物を豆腐にのせてるって感じですね。うわー、これは俺はあんま好きじゃないですね。でもこれはね、もう本当にね、人生で初めて食べる味。すごい珍しい感じの味ですね。なんか単体で食う方が俺は好きですね。からようやく舌が追いついてきた。ちょっともうなんか食べたことない味すぎて変な感じがしたんだけど、まあ思ってたよりは美味しいかなって感じ。だいぶ好き嫌い分かると思う。結構癖の強い魚とか苦手な人は苦手なんじゃないかな。ただ癖が強い、しっかり味があるものが好きな人は好きなんじゃない。さて、バイカナマコいきましょう。うわー、楽しみだなこれ。いただきます。ちょっともう俺は感動したよ。もう今までね、いろんなナマコを食べてきて、そのたんびにサポニーに悩まされてきて、口がしびれるかどうかの戦いをしてきたんだけど、これはすっごいわ。足落ちたな。サポニーの味が1ミリもしない。で、かつ食感に関してはサザエの煮物みたい。食感はめちゃくちゃいい。ただサザエの方がうまいでもね、普通にうまいわ。びっくりした。こいつ、これでっかいのかじっていきましょう。もう感動だわこれ。サポニーに勝ったよ。で、ちょっと残念なのがやっぱりね、1ヶ月もかけて乾燥したんで若干磯臭さが強いかな。でも正直この磯臭さまでがこいつの愛すべき部分だと思う。うわー、もう感動。口がしびれない。今までの口がしびれないはほんわかしびれてたから。ほんわかっていうか普通にしびれてたからね。不愉快じゃないしびれだったからしびれないって言っただけで、これはマジでしびれない。すごい。これが食材やで。はい、それではごちそうさまでした。正直ね、栗色ナマコっていうのを前に干して食べたんですけども、その時は別にサポに抜けなくて、そういうもんなのかなと思ったんですけど、なんでか今回抜けましたね。いや、嬉しい。長かったね。ついに俺がナマコに勝利した瞬間じゃない。やっぱね、諦めずにいろんな調理法を試してたら食べられないと思った食材も食べれるんだよ。ということで、もう今日は嬉しい。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。